皆さん、こんにちは。時丸です。今日は依存を手放すっていう話です。依存って手放せないと思うんですよね。これ本末転倒なんですけど、この最初から言っちゃうと。で、僕はこの今ネスカフェゴールドブレンド、ギャールドブレンドに依存してるわけですけど、ギャールドブレンド、ギャルブレンドみたいになってますけども、なんかそのいろんな依存がありますよね。いろんな依存がある。そのネスカフェ、コーヒーとかカフェインとか、アルコール、タバコ、そういうものに依存するっていうのは一番わかりやすい依存ですよね。でもその他にも、例えば、会社とか組織とか、あとは家族とか、彼氏、彼女、パートナーに依存するとか、あるいは子供に依存してしまうとか、親に依存するとか、なんかそういう依存もありますよね。うん。で、だから誰かしらっていうか、誰もが何かに依存してるなって思うんですよね。で、もちろんそれは全てが悪いことではなくて、生存本能的なところがあったりとか、で、それによってそのうまく社会が回っていたりとか、生活が成り立っていたりとか、するわけなんですけど、なんかその極端に依存してしまうことによって自分が苦しめられる状況になるっていうことが結構起きてるんじゃないかなと思います。で、僕はその依存を手放す鍵っていうのは、いろいろ考えた結果2つあると思っていて、で、それは、大元を立つっていうことと、分散化するっていうこと。この二つですね。で、その大元を立つっていうところから話をすると、これ多分結構こっちは簡単で、なぜなら、さっき一番最初に話したような、カフェインとか、アルコールとか、タバコとか、ニコティンとか、なんかそういう薬物とか、ちょっとドラッグ系のもの、そういうものの依存っていうのは、やっぱり大元を立つことによって手放すことができる。わかりやすいと思います、これは。だから、何かその依存しているものの大元を立つっていうこと。それをいかにやるかっていうのは、本当に難しい問題で、その重度、依存度によっても変わってくるとは思うんですけど、とにかく大元を取り除くってことが一番の依存の解消になる。で、取り除くって言っても、それを100取り除くのか50取り除くかでも変わってくると。で、私の例で言えば、ネスカフェゴールドブレンド飲んでますけども、だいたい1日、最高でも2杯までっていうふうにもう決めてます。だからコーヒーには自分はカフェインには依存してないっていうふうに思ってるんだけども、でも、毎日やっぱ欲しいと思うんですよね。1日コーヒー飲んでない日があると、ものすごくその次の日のコーヒーが美味しく思えたりとか、でもそれって結局依存してるってことだと思うんですよ。だから、量を減らす。で、この間ほら、ネスカフェのハーフ、カフェインハーフとかありましたけどね。あれもだからつまりカフェインを半分にして、依存体質から抜けていくみたいな、なんかそういう方法に使えたりもするかなと思うんですけど、だからその量を減らすことによっても少しずつ手放しが効くと。で、この例で考えると結構その砂糖とか小麦とか、あと塩分とか、そういうものも若干その依存体質みたいなものに陥りやすいものだと思うんですよね。やっぱり外で外食しまくっていると、その塩分にやっぱり慣れてしまって、で、本当に味付けがないようなものを自分で作った時に味気ないって感じてしまう。その自炊とか、あとはその病院で食べる食事とかね、そういうものに味気ないと感じてしまうと。でも、その自分で毎日作っていて、塩分の量をちょっとずつ調整して食事をしていれば、慣れるんですよね。で、逆に、これ経験ある方結構多いと思うんですけど、自分でむちゃくちゃ自炊をしている人たちって、外で外食をすると、もうしょっぱくて食べれないっていう。そういう方いると思うんですよ。で、僕も最近そういう風になってきてる。うん。なんか最近ランチとかもね、割と自炊する機会が増えてるんですけど、なるべくなんか、そしたら結構体調もむちゃくちゃ調子良くなって、で、それは結構一つはその塩分に関係があるのかなとも思ったりしてるんですよ。やっぱりその、外で食べるものってむちゃくちゃ塩分が強いと。で、それに慣れてしまうことによって、家でもむちゃくちゃ塩辛くしてしまうんだけど、それを徐々にね、減らしていけば、味気ないものでも全然大丈夫になります。で、あとはその冷たい飲み物とか砂糖もそうで、で、砂糖っていう調味料は僕はもう家に置いてないんですけど、だから一切自分で料理で使うことはないです。で、自然のものからその甘みを抽出するみたいなことをやってて、甘みを足すみたいなことをやったりとか、あとはあるとしても蜂蜜ですね。蜂蜜だけですね。で、しかもほとんど食べない、それも。ほんとたまにヨーグルトにかけて食べるぐらいで。で、そうやっていると、
甘いものを必要としなくなるんですよ。で、昔は結構その30代の頃、30代前半の頃とか20代後半ぐらいかはやっぱり食ってましたね。うん。むちゃくちゃ食ってた。チョコレートとか、あとはポテトチップスとか、なんかそういうジャンクフードみたいなものを食べてたし、うん。まあジャンクフードでもないけどね。なんかそういういわゆるお菓子みたいなもの、甘いもの、よく食べてたんですけど、全然最近はその平気なんですよ。砂糖とか入れなくても。うん。だから減らすことによってそこから抜け出せるっていうこと。で、それを今実感として自分はその食事に関しては、調味料とかに関しては得ています。だから減らしていけばね、必ずそこは抜け出せるんですよね。だからまずそれが大元を断つっていうこと。で、お酒やドラッグに関してはこれはもう言うまでもなく、やっぱりもう明らかに体に悪いので、その大元を断つことによって、やっぱ調子良くなります。むちゃくちゃ調子良くなります。で、それは、減らすっていうのももちろん大事なんだけど、やっぱり完全に立つとね、変わるね。人生が変わる。人生に対する、向き合い方も変わるし、で、自分のその目標達成率とか、そういうのもバンバン変わってくるんで、思い切って立つっていうのは時に大事。うん。何かその執着しているものがある時は、思い切って手放すっていうね。そこに入っていく。だから時にはその依存しているものから思い切った、依存しているものに対して思い切った手放しをやることが大事なのかなと思いますね。で、その依存を手放す方法もう一つのさっき話した分散っていうことなんですけど、これどういうことかというと、やっぱり一つに縛られているってことが、そこに対する依存体質を生み出すんですよ。で、それって、いわゆる市場を独占している、独占状態における企業に対しても言えたりするんですよね。例えば今誰もが Apple の製品を使っている。スマートフォン、PC、MacBook、そういうものを使っている。それってもう一つのやっぱ Apple っていう会社に依存してるんですよ。で、そこから、だからそれを完全に手放すっていうのは今度難しい。なかなかその大元を断つっていうのは。いや、Apple をやめるっていうのはなかなか難しいと思う。まあできなくはないですけどね。でもそういう時に他に分散してあげるんですよ。同時に、いい例を思い浮かばないけど、Google のスマートフォンも使うとかね。例えば。もっとわかりやすい例で言えば、やっぱりその人間関係とかね。あと会社とか、あと収入源とか、例えば。そういうものも一つに依存しがちですよね。で、一つの会社で勤めるっていうことは、その会社員、つまり正社員みたいな働き方で一つの会社に勤めるってことは、それは一つの会社に依存してるってことなんですよ。で、そこからの給与に頼ってる。そして、そこからの給与によって自分の人生が握られていると。だから、それを立ってしまうと、自分の生活ができないから、働くと。本当は働きたくないのに、満員電車に乗って毎日1時間通勤して、別に面白くもない仕事を8時間やってね。で、ヘトヘトで疲れて帰ってきて、で、疲れたから帰りにお酒飲んでみたいな。なんかそういう悪循環。それってだから、そこからもらっている給与が自分の全てだから、そこに依存してしまってるんですよね。で、もちろん、いい会社のチームとかやっぱりありますよ。そのスタートアップでバリバリみんな同じ目標に向かって、頑張っていく。で、社会を良くしようっていう風な働きかけで、みんな一段となってね、やってるコミュニティとか。で、それは依存ではなくて、貢献みたいなもの。その一つの組織とか会社とか、あとはその地域社会とかに対して貢献しているっていうチーム。そういうものは、いい依存っていうかね。うん。そこによりコミットしていく。いい貢献みたいな感じで捉えられると思うんですけど、やっぱり、やりたくないのにものすごいその一つの会社に依存してるとか、一つの収入源だけに依存してるっていうのは結構危険な状態だと思うんですよね。で、特に日本っていうのはそういう正社員文化みたいなものがあって、その正社員に対するね、いろんな税制とかそういうものが深く関わってきますけど、だからそこに依存している部分が大きいので、どうしてもその一つの会社っていうところが今強くなっている。強くなりすぎている。そうなると、そこが今度切られてしまった時に自分が途方に暮れるっていうことが起きます。だからそういう意味で依存って危険なんですよ。あとは人間関係。で、これもよくね、あると思いますよ。恋愛とかでもさ、パートナーに、彼女に依存してますとか、彼氏に依存してますとか、そのパートナーに依存してね。で、そこだけでやってしまう。で、そこだけでやっていく世界っていうのは、結構ピースフルに思えて結構危険な部分もあるんですよ。で、最近で、ちょっと名前はあまりね、出したくないですけど、僕も結構リスペクトしてる。ドバイでね、資本主義を体現したような人です。日本で
会社を立ち上げて、で、そこから株とか仮想通貨でぶち上げて、で、ドバイでね、盛り上がった人が、薬物の依存で転落して、で、なんかそういうところっていうのは、やっぱあれはこう家族への依存だったと僕は見てるんですよ。で、今その本人もね、いろいろこう話をしてますけど、やっぱりその一人の、この家族っていうコミュニティ、妻だけ、子供だけっていう風な世界観になると、もうそれ以外のことって考えられなくなるんですよね。で、そうなった時、もうそこに依存してしまうと、その関係が断たれた時に、もう墜落してしまう、もう超孤独に陥るってことになるんですよね。で、これ結構危険なところで、だから昔のその、家を主体とした家族構成っていうのは、やっぱりその村とか地域社会があって、で、家族がそれぞれあるんだけども、割とそのやっぱ地域で、いろんなこう、組み替えとか、ランダムネスみたいなものがそこで起きてたと思うんですよ。いろんな交流がね、その地域社会の家ごとの。でも今の各家族の社会の構造っていうのは、もうマンションの中、マンションだけで区切られている。で、隣の部屋の家族のことも知らないとか、隣の家ぐらいは家族知ってるかもしれないけど、もうその隣のね、家族のことは何も知らないとか。だから本当にその、家族という閉鎖的なコミュニティの中で依存してしまうって状況が起きる。で、その中で、妻が夫に依存したりとか、夫は妻に依存したりとか、あるいはこう子供たちに依存したりとか、っていうなった時に、それはそれで、それがまあ幸せな家庭像みたいなものであるんですけど、それが急に断たれた時に、墜落するってことなんですよ。で、人間の心っていうのはそれくらい脆いものだということ。だからいくらその家族がピースフルなものとして語られるとしても、それは結構依存体質の極みであり、結構危険な部分があるっていうことです。じゃあかといって、私みたいな、独身無職のアラフォー、何も持たないエクストリームミニマリストが、ハッピーかというと、それも危ういところで。じゃあ、僕は、こういう一人の人は何に依存しているかというと、それは、他の地域社会のインフラだったりとか、あるいは、チャンネル見てくださってる視聴者の皆さんに依存してたりとか、あとは、アルゴリズムとか、アテンションに依存してるってことなんですよ。で、これは、一人でやっぱ発信活動とかやっていくとね、どれくらいその登録者がいるかとか、で、どれくらいこの投稿がリーチするかとか、で、それで、視聴回数が何回回ってるかとか、なんかそういう数字に依存してしまってたりとか。うん。だから、それはそれで、結局、一人でいろいろやってて、その家族的な依存体制とか、他に依存してるものがないっていうふうに思えても、やっぱりそういうふうに数字とかね、アルゴリズムとかね、アテンションとか、そういうものに対して依存しているってことなんですよね。これにまずやっぱり重要なのは、そこにいかに自覚的になるかっていうことで、で、これは、だから自分はあえて気づきながら、パフォーマンス的にやってるところはあるんですよ。ちょっと演出的にさ、いつも結構冗談というかふざけたことを言ってるけど、今日はちょっと真面目寄りの話ですけど、いつもふざけたことばっかりね、話してますけど、だからそこにあまり陥りすぎないように自分の中で、保険をかけてるところがあるんですよね。そこに依存しすぎると危険だっていうこと。で、スマートフォンもそうだし、アプリ、SNS もそうです。そういうものも本当にもう、あれは依存の極みなので、ずっとね、インスタグラムをスクロールしまくると。もう最近インスタグラムが AI 入ってきてから、なんか TikTok よりひどいね。あれは。TikTok よりひどい、依存度が。で、コンテンツもひどいし、もうなんかみんなさ、テレビのコピペみたいなものばっかり上げてたりとか、あとは AI で作った結構怪しいもの上げてたりするじゃないですか。でもそれがやっぱもうみんな人間の脳をバグってるから、もうどんどんスクロールしてしまうと。で、この間結構びっくりしたのが、僕久々に電車乗ったんですよ、昼に。で、電車乗ること今ほとんどないんですけどね。乗らないようにしてるんですけど、移動するとしたらもう歩くか、走るか、タクシーかみたいな。東京都内。で、電車乗ったんですけど、この間。たら、やっぱりね、で、その時、あれだ、ちょうど、緊急停止ボタンが押されたんですよ。駅に止まってる時に。で、なんか、ウィーン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 、なんか、いつも聞かないような音が鳴り始めて、で、なんか鳴ってんなと思って、そして、周り見渡したら、みんなスマホ普通にいじってるんですよ。この光景結構怖いなって思いましたね。もうみんなね、もう下見て、その音なんか、気にならないですよ、みたいな感じで、もうずっとスマホスクロールしてる。で、僕は、もう普段、このホワイトボックスの中で結構いろいろ作業してるから、移動中とかそんなに、デバイス見ないようにしてるんですよね。
から電車の中で中とかでも意外とその人の顔見てたりとか、これ変態怪しいけどね。で、中吊りの広告見てたりとかするんですけど、なるべくそのディスプレイ見ないようにしてるんですけど、それでパッて周り見渡した時に、もうみんな、もう集中していて、スマホに。で、外ではウィン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 になっていて、だからこれがもし、地下鉄サリン事件だったらっていう、なんかそういうことを考えないのかなと思って、なんか、その止まってる事象っていうか、そこの中でみんな平気にやってるっていうのはもう完全にバグってて、麻痺しちゃってるんですよね。だから、改めてそのスマホって怖いなって思ったし、で、その依存することに対して怖いなっていう恐れを思い出しました、その時に。で、話長くなってるけど、さっきの分散っていう話に戻すと、で、その二つ目の鍵は分散って言いましたけど、だから、その極度の依存体質、一つのものに依存するっていう時には、それを分散していくっていうこと。だから、家族の中だけで、やるんじゃなくて、家族の、絆じゃないけど、その家族の形態を外に広げる。だから他の家族たちとコミュニケーションを取ったりとか、だから友達とか、恋人とかも、たくさん恋人いるっていうのは問題かもしれないけど、その友達とかで、その一人のね、ただ一人の友達に依存している人は、その友達から何か言われた時に、傷ついて、落ち込んで、もう自分ダメだ、みたいな感じになっちゃうんですけど、でも、そこで問題起きても、また別の他の友達と遊べばいいんですよ。だからそこで、たくさんその友達を分散していく。あまりにもその友達が多すぎるっていうのも問題だけど、そこでその一人の友達に依存してしまうことで、受けるようなことを、いろんな方向に分散していく。だからたくさんコミュニティを持っていると、そこでですね、その分散化が働いて、依存度は下がるんですよね。一つのものに対する。で、何かがダメになった時でも、自分自身は安全に生きられると。そういう風になってくるんで、やっぱりそういう意味で分散化していくってことが大事かなと思っています。ちょっと全体的に抽象的な話今日は多かったけど、一応最近考えたのはそういうこと。依存を手放すっていうこと。でもなかなか依存って手放せないっていうことです。それは。でも少しでもそこを自分で自覚的にまずなるっていうことが大事で、かつ手放せるんだったら少しずつ手放していく。で、その手放し方っていうのは、一つは大元、根本的なもの、根源的なものを手放す。で、もう一つは分散化。何か本当に一つに依存していることは分散していく。そういう考え方ができるのかなと思いました。で、これはもう本当にいろんなレベルに適用できるので、皆さんがやってるようなことの中で、そういうものをもう一度思い出してみて、いろいろ考えてみてください。だから、これ本とかさ、ゲームとかにも言えるんですよ。そこ、エンターテインメントとかそういうものにも適用できるんですよ。一つの音楽だけをバリバリ聴くのも、めちゃくちゃそこに突っ込んでいって面白いんだけども、でもそこに依存してしまうと、広がりがなくなってくる。クリエイティビティとか自分の受けるものがそこに依存していることになるんで、そこをちょっとずらしてみる。だからマイルス・デイビスだけ聞くんじゃなくて、ジョン・コルトレーンも挟んで、で、ホレス・シルバーも聞くみたいな、そういう音楽とかでもそうなんですよね。音楽とかゲームとかでも、一個だけを、でも一個だけをガンガンやるのもね、大事だからね。これちょっと難しいんだけど、そこだけをやっぱ突っ込んでやる時期っていうのも大事なんだけど、それがもし自分にとって悪い方向に働いているのであれば、その根本を考える。根本を断つことを考えるか、分散化を考えるっていうことをしてみると、ちょっと人生が開けてくるんじゃないかなと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次も遊びに来てください。このホワイトボックスに。チャオチャオ。